いしょ。なんじゃこれ。でっかい荷物が届きました。こんなんいつ買ったかなと思って。米って書いてあるんですよね。僕米30キロも買わないので、中にはよいしょ、大量のおがくずが入ってますね。さあこの中には一体何が入ってるんでしょうか。うわ、こちらです。伊勢海老さんが出てきましたね。そういや買ってたな。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。伊勢海老。っていうことでね、今市場に買い物に行けないので、とにかくネットでポチポチ魚買ってるんですけど、で、この伊勢海老すごく安かったんですよね。これだけで1万円ぽっきりです。さすがに1匹だけじゃないと思います。じゃあ何匹入ってるか見ていきましょうか。まず1尾。2、ちょっとね、こう若干ヒゲが見えてるんですよね。で、ヒゲを引っ張ると。ちょっと待って、これめっちゃ入ってるかもしれん。3、4、5、6、7。まだいんのこれ。8。もういないだろ。まだいるんだけど。9。もういないよね。いる。まだいる。10匹。もう終わりかな。まだいた。11匹。まだいる。12。伊勢海老が無限に出てくる箱ですかこれ。13。もういませんね。これで1万円ですよ。どう思いますか皆さん。これで1万円。サイズは若干小ぶりではありますけども、正真正銘伊勢海老です。13匹入ってました。このサイズでもお店屋さんで買おうとすると1匹1800円から2000円ぐらいしますからね。仕入れ値なのかな、ちょっとわかんないですけど、なんかめちゃくちゃ得した気分になります。そしたら今日はこちらの伊勢海老を使って、やっぱ豪快に食べていきたいですよね。まずは塩茹でで普通のエビを食べるみたいな感じで伊勢海老食べてみたいです。ちっちゃいやつはそうやって食べます。これだいぶ大きいので、これは伊勢海老のテルミドール作りましょうか。結婚式とかによく出てくるやつ。それでいきましょう。じゃあまずは、ボイルする前に、ちょっとおがくずがついてますので、おがくずを洗い流していきます。エビはなぜおがくずで送られてくるか。いくつか理由があるんですけど、まず一つは、エビってかなり暴れるじゃないですか。バチバチバチって。これちょっと元気ないんですけど、すごく暴れるんですね。なので、エビ同士が暴れて、他のエビを傷つけないような、クッションみたいな役割。それが一つと、で、おがくずって保温剤の代わりにもなるんですよ。なので、温度が一定に保たれやすい。で、もう一つ。一番大事なのが、中の湿度を一定に保ってくれます。木がある程度、水分を吸い込みますんでね。エビはエラ呼吸なので、ある程度湿度があると、持ちやすいです。そういう理由があるみたいですね。でもこのおがくずがついたまま調理しちゃうと、料理におがくずの匂いがついちゃいますので、これはしっかり洗ってください。はい、ある程度洗いました。にしても多いな。本当にこれ1万円でいいのか？そしたらこれはボイルで、これはテルミドールでいきます。じゃあまずボイル用は、一度冷蔵庫で冷やします。しっかりと締めます。完全に締まった段階で茹でていきたいと思います。ではテルミドール用に、この長くて立派なヒゲですけども、これを落としちゃいます。そしたら割っていきます。いただきます。できるだけドセンターに。よいしょっと。オッケー。断面こんな感じ。エビ味噌ぎっしり。そしたら味噌はつけたままです。で、ここに軽く塩コショウを振ります。筋肉がピクピクしてますね。これでしばらく冷蔵庫で寝かします。はい、そしたら冷蔵庫で冷えて締まりましたので、伊勢海老茹でていきます。お鍋にお塩を入れます。そしたら伊勢海老を入れていきます。そしたら20分ほど茹でていきます。そしたら伊勢海老を茹でてる間に下味をつけて半分に切った伊勢海老も蒸し器に並べてお酒を軽く振ります。臭み消しですね。そしたら蓋をして蒸していきます。それじゃあ20分待ちましょう。はい、それでは20分経過しました。よいしょ。部屋全体に伊勢海老のいい香りが充満しております。このように真っ赤に茹で上がりました。そしたらこちらをこの大皿に盛り付けます。牙を敷いて高級感を出します。はい、これで
伊勢海老のボイルの完成。そしたらこちらもいい感じに蒸し上がりましたね。よいしょ。そしたら一度身を外して食べやすいように切ろうと思ったんですけども、案外身がね、こうちっちゃいので、このままいきます。そしたら上に乗せるホワイトソースを作っていきます。材料はこんな感じ。小麦粉、牛乳、コンソメ、ブラックペッパー、バターですね。これめっちゃいいバターなんですよ。その高級バターをこのぐらい使いましょう。で、フライパンにバターを乗っけて、よいしょ。で、溶かします。はい、で、溶けてきましたら、ここに小麦粉。で、よく練ります。もうちょっと小麦粉かな。で、焦げないように練っていきます。はい、そしたらここに牛乳を加えます。で、よーくかき混ぜます。で、コンソメを包丁で刻みます。で、そこにコンソメ。しっかり混ぜます。で、そこにブラックペッパー。はい、これでソースの完成。そしたらパセリも刻みます。フレッシュパセリがない場合は乾燥パセリでもいいですよ。そしたらソースを伊勢海老の身に塗っていきます。頭の方にもしっかりと塗っていきます。できるだけ隙間がないようにぎゅうぎゅうに塗ります。広く浅く塗る感じです。ダメな人間関係の典型的な感じと一緒です。はい、ある程度塗れましたら次はこちら。今日はこのゴーダチーズをかけていきます。僕これ初めて使うんですよね。こう剥がすんだ。なるほど。で、この膜が貼ってあって、この膜を取ると。よいしょ。うわ、なんかこれ、思ってたのと違いますね。で、これもプラスチックだと思ったら、なんかプラスチックじゃないですね。そしたらおろし金で、すろうとしたけど、なんか思ったのと違うな。ねちゃっとしちゃいますね。僕ね、チーズは全然詳しくないんで、どのチーズがこういうのに向いてるのかとかわかんないですよね。切って、よいしょ。これちょっと細切りにして、よいしょ。で、ここにこう乗せます。まんべんなく乗せましょうか。よし、こんな感じで。ちょっとこれ味見してみます。うまっ、このチーズ。そしたらこれをトースターで焼いていきます。下が汚れないように、まずはアルミホイルを敷いて、そこに並べます。250度で5分ぐらい焼きます。そしたらさらにガスバーナーでチーズに焦げ目をつけていきます。で、そこにパセリを振りかけて、こちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。なんかすげえ絵面だな。タニアンとかがやりそうな絵面ですよね。でも僕はそんなに食べれませんので、2尾いただきます。これはみんなにお裾分け。じゃあまずは茹でたてからいただきますか。ぐりっと外して、よいしょ。うわ、エビ味噌もしっかり入ってます。で、ヨーロッパとかの人って、基本的にエビ味噌食べないんですって。だからエビ味噌とかカニ味噌食べてる人見ると、うわって思うらしいですよ。このぐらいの小型の伊勢エビだと、手で簡単にめくれますね。でもここ、横がね、かなり鋭くなってますんで、ここだけ気をつけてください。これちっちゃい頃から夢だったんですよね。伊勢エビを一匹丸ごと剥いて、ガブって食べるやつ。こちら、いただきます。うわぁ。幸せ度が半端ない。で、僕の大好きな伊勢エビの食べ方が、マヨネーズですよ。たっぷりかけて、いただきます。
味噌もいきますか。味噌。うまい。うまっ。ではお次はこちら、テルミドール。よいしょ。おー、綺麗に取れますね。ではホワイトソースとチーズをたっぷりと乗せていただきます。うん、美味しい。ホワイトソースすごい上手にできました。うまい。コクがすごい。うん。このホワイトソースとチーズってエビに合いますよね。僕のお楽しみはここなんですよ。エビ味噌がたっぷり入ったところ、これです。さらに味噌をほじくって乗せます。それじゃあいただきます。うまっ。この濃厚なエビ味噌とホワイトソースも合いますね。口の中でお互いがお互いを褒め合ってる感じがします。全然喧嘩してない。美味しいです。で、そこにこの付け合わせのオレンジで口の中さっぱりと。はい、ということでってやろうとしたんですけど、もう、開いちゃってました。それじゃゆっくり、食べていくよ。髪の毛やべえな、これ。ごちそうさまでした。ということで、今日は頼んでおいた1万円の伊勢エビボックスを開けて、ボイルとテルミドールを作ってみましたけども、最高にうまかったです。シンプルに伊勢エビのポテンシャルがすごい高かったですね。美味しかったです。で、まさかあんなに入ってるとは思いませんでした。で、あれ測ってみたら3キロ入ってました。3キロで1万円ですからね、安いですよね。ネット通販、意外に掘り出し物あります。今こういうご時世なんでね、お家でネット通販見るのもいいんじゃないでしょうか。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。ベイベイ。